今回の研究テーマは耳抜きです。素潜りダイビング初心者の一番の難関、それが耳抜き。耳抜きができなければ耳に激痛が走ってたった2メートルさえ潜ることはできません。この動画ではなぜあなたが耳抜きできないのか、5つの理由をお話しします。理由が分かれば対処もできますよね。さあ、耳抜きできない理由を徹底解明しましょう。こんにちは、素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。素潜りについて一般的に勘違いされているのは、水中で息を長く止められないから深く潜れないと思われていることです。違います。それより大事なのは耳抜きです。ほとんどの人が深く潜れないのは息止めが長くできないからではありません。途中で耳が痛くなって水面に引き返すからです。深く潜ると水圧によってぎゅーっと鼓膜が内側に押される痛みを感じます。この映像をご覧ください。この透明なボトルが耳の内部、赤いゴムが鼓膜だと思ってください。水深5メートルでべっこりと内側にゴムがへこんでいますね。何もしないままさらに潜っていくとゴムに穴が開いて破れてしまうんです。つまり鼓膜が破れるということです。これはね、大変な激痛です。平衡感覚もなくなって溺れてしまいます。海やダイビングプールで初めて深く潜った人は耳が痛くなったことに驚いて怖くなって慌てて浮上してしまうんです。だから耳抜きのテクニックはダイバーになって初めて身につける技術なんですね。耳抜きはビギナーにとっては一番の難関です。何度練習しても耳抜きができないからダイビングを諦めたという方もいらっしゃいます。せっかく水の中の世界に憧れを持ってダイビングや素潜り、マーメイドスイムを始めたのに、それはすごくもったいないです。もうあと一歩頑張れば素晴らしい世界をあなたは体験できます。この動画ではなぜ耳抜きが難しいのか、その理由を5つお話しします。この理由が分かればどうしたらいいのかが分かります。5つの理由を詳しくご説明しますので、最後までどうぞごゆっくりご覧になってくださいね。とその前に、素潜りマーメイド研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。当研究所で一緒に研究してみませんか？ぜひチャンネル登録をしてあなたも研究員になってくださいね。はい、では耳抜きできない理由を5つご紹介します。1、やり方が見ても理解できないから。別の動画でも言ってますが、何事も上達の一番の近道は真似することなんですね。見たまま完全にコピーできるまで何度も何度も繰り返すだけです。丸ごと真似することが学習の基本です。でも耳抜きに関してはこの真似ができないんです。だって見ても違いがさっぱりわからないし、耳抜きができている状態、完成の状態がわからないから真似しようがないんです。耳抜きのやり方は主に3種類と言われています。実際はさらにもっと多くのやり方がありますが、代表的な3種類のやり方を今からやってみますね。名前はまだ覚えなくていいです。そういうやり方があるんだな程度で大丈夫です。じゃあいきますよ。トゥインビー法、2、バルサルバ法、3、フレンツェル法。はい、わかりましたね。じゃあそれぞれやってみてください。できませんよね。私も最初インストラクターにお手本を見せてもらった時も何が何だかさっぱりわかりませんでした。それのどこが違うのって。耳抜きができているかできていないかってやってる本人にしかわからないんですよ。客観的に見てわかるものじゃないんですね。これが耳抜きの難しさの第一の原因です。見てもわからない。理由2、年を取ったから。耳抜きというのは鼻と耳をつなぐ耳管という管に空気を吹き込むことで鼓膜を内側から押して痛くないようにする方法です。この耳管、細長いゴム風船だと思ってください。頭の中にこんな耳管の管が鼻から耳につながっているんです。耳抜きは息をプーッと耳管に吹き込んで鼓膜をポコッと空気で押すことです。よくね、こんな風に勘違いされることが多いです。
生まれつき時間が細いからできないみたいにね。もちろん人間ですから既製品のように全員同じというわけにはいきません。人それぞれです。太い人もいれば細い人もいる。でも実は時間の太さと息抜きができるできないはほぼ関係がないと言われています。もちろん耳の病気の人は別ですよ。例えば慢性の滲出性中耳炎、ちょっと難しい名前ですね。耳の内部に体液が溜まってしまう滲出性中耳炎の方は時間がうまく働いていない状態なので、薬を飲んだり耳の中の体液を抜いたりして治療しなければいけません。ダイビングとか水に潜る以前の問題です。でもあなたが慢性の中耳炎でない限り耳抜きができない体質というのはほぼないです。ただし年を取ると時間周りの筋肉が弱って耳抜きがしにくくなる人がいます。昔はスカスカ抜けたけど最近できなくなったという方はこのパターンです。耳周りの筋肉が老化しているだけなので筋肉を鍛え直せば大丈夫です。筋トレです。耳抜き練習をすれば治ります。日頃日常生活で気がついた時に耳抜きしたり何度か潜ったりを繰り返せば耳抜きができるようになります。ちなみに鼻の軟骨が曲がっている病気、鼻中隔湾曲症だから耳抜きできないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、これはねあまり関係ないです。耳抜きは鼻の入り口ではなくて鼻の奥、時間の問題なのでほぼ影響がありません。年を取ったから耳抜きできなくなったというのが理由2です。理由3、体調が悪いから。私も日によってスカスカと耳抜きできる日、なんかちょっとあまり抜けないなという日、いろいろあります。人間ですからね、そんな日もあります。具体的にどんな時に抜けにくいのかというと、寝不足の時、首周り、肩周りのこりがひどい時、アレルギー性鼻炎がある時などですね。初めてスキューバダイビングやスキンダイビングをする時は緊張していますし、沖縄とか海外へ遊びに行く時などは飛行機に乗ったり長旅で疲れがね出てしまったりしています。普段と違うことをするわけですからね。だから普段よりも耳抜きがしにくいこともあります。これは仕方ないですが、あまりに疲れている時や具合が悪い時はそもそも水の事故につながりますので、体をちゃんと休めてから潜ってください。アレルギーで鼻が詰まっている時は目の奥あたりに激痛が走ることがあるので、耳抜きがどうこうよりも痛くて潜れなかったりします。これは以前出した動画で詳しく解説していますので今回は省きます。こちらの動画でチェックしてください。概要欄にも貼っておきます。理由4、耳抜きのタイミングが遅すぎるから。耳抜きによくある勘違いが、深くなればなるほど耳抜きが難しくなると一般に思われていることです。そうではないです。耳抜きが最も重要なのは水深5メートルまでの浅い水深です。空気が圧縮される割合は水面に近い浅いところほど大きいです。逆に深くなればなるほど小さくなっていくので、深い水深では頻繁な耳抜きは必要なくなります。最初が肝心なんですね。しかも素潜りの場合は耳抜きをするタイミングはスキューバダイビングの時よりもずっと早いです。潜り始めってやることが多いんですよね。深呼吸してたっぷり息を吸って体を折り曲げてヘッドファーストでダックダイブ、手で水をかいてそしてキック、すかさず耳抜きみたいにこれやったらあれ、あれやったらこれを最初の数秒で行わなければならないから、ビギナーは特にもうあたふたしてしまって耳抜きのタイミングを逃してしまいます。スキューバの人はいいんですよ。息をねいくらでも吸えますから、耳抜きができなかったらストップして、それでもダメだったらちょっと浮上して、ゆっくりゆっくりと潜行できますからね。でも素潜りの場合は一息で潜らなければなりませんから、そんな悠長に耳抜きをしていられません。そして耳抜きのタイミングが遅いとますます耳抜きがしにくくなります。時間の中にも空気があります。このゴム付箋で説明します。この風船内の空気も水に潜れば小さくなります。だから水中ではこんな風にぺっちゃんこ平べったくなってしまうんです。だから耳抜きのタイミングを逃したまま潜るとさらにぺったんこになって空気を吹き込みにくくなります。ピターッと閉じてしまった時間にうまく空気を吹き込めない。これが4番目の理由。つ
ぱり耳抜きのタイミングが遅すぎるということですね。ダイビングの教科書に書かれている通りを言いますと、水面で 1,2 回耳抜き、5メートルから10メートルまでは1メーターごとに1回耳抜きが一応の定説となっています。ちょっと待って、その計算だと水深5メーター潜るのに5、6回耳抜きしないといけないよね。ベテランのダイバーを見てもそんなしょっちゅう耳抜きしてるようには見えないけど、とあなたはおっしゃるでしょう。はい、そうです。上級者はそんなに頻繁に耳抜きしません。ベテランマーメイドも水深5メーター潜るのに5回以上鼻をつまんだりしてませんよね。耳抜きが難しい理由その5がこれ。人によって耳抜きの仕方が全然違うからなんです。ベテランダイバーは例えば鼻をつままずに耳抜きができたり、潜水に慣れていて自分のベストな耳抜きタイミングを知っています。私も5メーター潜るときは耳抜きはせいぜい 1,2 回ですね。教科書に書いてあることやダイビングのライセンスの時に覚えることと実際のダイバーがやってることは全然別だったりするんですよ。人によってもう耳抜きの回数や耳抜きを行う頻度もやり方もバラバラなんです。みんな教科書通り1メーターにつき1回耳抜きみたいにやってないんですよね。これがビギナーの人にとって耳抜きが難しく感じる5番目の理由です。自分とタイプやレベルが違う人の言う通りにやってもそのやり方が自分に合ってないんですよ。体質というか生まれながらの才能はあります。鼻もつままず何にもしなくても水に潜れば自然に抜けるみたいなのは生まれ持っての体質が大きいです。訓練でねどうにかなるようなものではありません。でも逆に耳抜きが全くできない体質というのはほぼないと言われてます。たくさんある耳抜きの方法のうち練習すればどれか一つはできるようになります。だから安心してください。まとめです。耳抜きが難しく感じる5つの理由。理由1、やり方が見ても理解できないから。理由2、年をとって耳周りの筋肉が落ちたから。3、体調が悪いから。4、耳抜きのタイミングが遅すぎるから。5、耳抜きの方法が自分に合ってないから。これら5つの原因のうちあなたはどれが該当しましたでしょうか。原因が分かれば対処の仕方が分かりますよね。特に理由5番目、自分に合った方法を見つけるために今後の動画でいろんな耳抜きのやり方を解説します。一つずつ丁寧にご説明していきますので、耳抜きに困っている方はぜひ試してみてくださいね。では次回からの耳抜き動画の連載をお見逃しなく。もしこの動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいね。あなたのポチって私のやる気と元気が湧いてきます。頑張って動画を作りますから、ぜひ応援してくださいね。また疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。